ポーチライトが壊れたのでテこ入れしてみた。2終電回路両面基板の作り方。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。前作では壊れた終電回路の基板を外して応急的に謎のセンサーを取り付けて器具を仮復旧したところまでお伝えしました。照明は夜には問題なく点灯しましたが、以前のような点灯開始の明るさや動作時間の調整はできません。ただこのまま使用するには安全上火災などの恐れもあるので注意して自己責任で使用しています。近日中に交換予定なので多年にわたる耐久性は報告できませんが、100V での点灯能力があることは分かりました。しかし基準を満たしている根拠が見つからないので早めに交換します。さて今回は引き続きレーザーで終電回路の両面基板を作っていきます。興味のある方はどうぞ引き続き最後までご視聴ください。回路図と基板の製作。オペアンプを使った終電センサーの一般的な回路図です。これをもとに基板を製作します。出力としてリレーを動作させるためコレクター容量を考え前作と同じトランジスターを使用しています。 2.54 ピッチで機器配列をこのように考えました。元の場所に収まるように基板の大きさを設定します。部品の位置をもとにパターン図を描きます。パターンだけにしてハッチを描く準備をします。パターンにハッチを入れました。指示穴の位置を描きます。こちらは表側の描画です。ハッチを入れました。部品の位置を重ねています。表と裏を重ねるとビアの位置がよくわかります。この形で製作します。操作基板の彫刻。センサー基板の彫刻です。前作のように彫刻しています。12個では多すぎますが1個では少ないので基板いっぱいにコピーしています。端まで来ましたので終了です。彫刻が終わりました。操作基板です。今回は横線より縦線が多いのでヘッドの動作に垂直を選んでいます。あまり変わりませんが少しだけ時短になるでしょう。動画は最後の縁取りを撮影しています。縁取りだけは縦横混合の動作をします。終わりました。ジョギングでヘッドを動かして出来型を確認します。オフセットは前回と同じ 25.2 カンマ 25.3 です。こちらが裏側でこちらが表側です。エッチングを終えました。センサーの方は銅箔が片面なので色合いが違います。これから塗装を除去します。塗装を除去しました。ご案内のように片面銅箔を使っています。操作基板です。これから基板をカットして穴を開けます。基板の仕上がり確認。できた基板を切り取ってサーモケースに収まるように成形します。この収まりと同じ形を目指します。なんとかこのケースを使いたいのです。
中に基板を固定する突起があります。小さなヤスリで基板を削って突起受けを作りました。コントロール基板も元の場所に固定できるように成形しました。ネジの位置を合わせた穴を開けています。あとは部品をハンダ付けしていきます。この形で基板を組んでいきます。基板の完成。部品を取り付けてセンサーを組み立てました。突起が3箇所あるので少しずつ削って基板を収めました。裏側でケーブルを接続しています。終電センサーとセルです。基板はこの通り元のように収まっています。フレネルレンズをかぶせます。小さいネジ2本で固定されていました。操作基板です。センサーとの接続は XH コネクターを使っています。手持ちの XH コネクターです。今回使うのは 4P で端子はこんなに小さいものです。端子の圧着はいつものこれを使います。私的にはちょっとお高いですが初心者でも問題なく圧着できます。端子の圧着を少し説明します。ダイスの側面には端子の大きさが記載されています。2番目の 1.9mm のところを使います。電線被覆はその隣の 2.2mm のところです。動作照度の調整ボリュームで時計回りで明です。こちらは点灯時間の調整用ボリュームで時計回りで超です。さてこのベース抵抗ですが当初の回路で 10kΩ を想定していました。リレー駆動でトランジスターを容量の大きいものに変えたためベース電圧の調整が必要になりました。電圧が 0.7V を割り込んでいるので 5kΩ のボリュームを取り付けます。ボリュームを取り付けました。調整した値は 3.4 から 3.7kΩ でした。固定にするには妥当な抵抗がないのでこのままにします。なのでここは 5kΩ の半固定抵抗になります。一旦これで調整を終わります。簡易セパレーターの取り付け。こちらが AC100V でこちらが DC5V です。この境界に簡易ですがセパレーターを入れます。薄いプラスチックの板を折ったものですがこれを接着で取り付けます。気休め程度ですが法規に従います。これで完成したのでこれから基板を取り付けます。こうして改めて見てみるともう少しコンパクトにできそうな気がしますが意味がないのでこれで完成とします。
基板の取り付け。センサータイプを使って短い期間でしたが、基板が完成したので交換します。短期間なので検証は限られますが、動作は変わらず壊れることもありませんでした。製品としてのアイデアは良いと思いますが、私としてはナンバー1動画の理由で抵抗があります。せっかく時間をかけて作りましたが、サポートを外してセンサーを切り離します。センサーのサポートを外したので再取り付けします。後ろの部材に穴を開けたので、中に収まる球体がちょっとダブついています。動かないようにゴム板を接着しました。これもセパレーターですが、電線を通す四角い穴を開けています。出力端子が近いため、電線の切り回しができないのです。取り付けます。このようになります。こんな感じです。ここまで来れば残った作業はあとわずかです。基板をネジで固定します。センサーを取り付けます。できました。コネクターを取り付けます。上でつなぐため、電源側も電線を短くしました。これでコネクターをつなぐことができます。コネクターをつないで精線します。ランプを取り付けて終了です。終わりました。取り付けと最終調整。何日かぶりに照明器具を戻しました。これより最終調整を行います。今は明るいので消灯していますが、動作する明るさの感度を変えてみます。時計回りで明るくてもオンです。右にいっぱい回します。点灯しました。点灯時間を反時計回りで短くしてみます。ボリュームを戻したので、もう一度右に回します。点灯を短くします。点灯間隔を元に戻します。点灯感度も暗めに戻しておきます。
最終的にベース抵抗と終電センサーのソース抵抗を可変としてこのようになりました。そして消灯時に電源部の LED がやけに明るいのでプラ板を黒く着色して囲いました。ベース抵抗は電圧が低すぎてリレーを動かすために選んだトランジスターがスイッチ動作しなかったのです。ソース抵抗も 47kΩ では電圧が低いため誤動作したのでこのようにしました。最終確認。点灯感度はかなり前に感知するようになりました。違いは動画ナンバー1をご視聴ください。点灯から消灯までの距離感をご視聴ください。点灯したので消灯するまでスタート位置に戻ります。このくらいで待機すれば良いでしょう。この位置で消灯すれば OK です。基板の調整に手間取りましたがなんとか完成しました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。